こんにちは、パワミです。本日はアプリ開発の4回目、変数とコレクションを使ったギャラリーのデータ更新について解説します。今回実装する内容をパワーアップス画面で説明します。ギャラリーに表示されている買い物リストの日付、アイテム、ショップを編集できるようにします。ペンアイコンをクリックするとギャラリーが編集できるようになります。ギャラリーを編集した後、チェックアイコンを押すと、シェアポイントリストのデータが更新されます。今回は変数とコレクションというものを使ってこのような実装をしていきます。本日の流れです。はじめに変数やコレクションとは何かについて簡単に解説します。次に変数を使ったギャラリーのデータ更新の実装を解説します。今回は変数を使ってギャラリーのディスプレイモードをエディットとビューで切り替え、コレクションを使ってデータ更新する方法を解説します。変数やコレクションはアプリの実装においていろいろな場面で使えるため、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、パワーアップス、パワーオートメイトとパワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめにパワーアップスでアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト修正、発行共有の順に進みます。今回は3ステップ目のアプリ開発をアプリ設計に沿って行います。まず変数とは何かについて簡単に解説します。アプリの実行中、アプリ側で一時的に値を保持したい場合、変数やコレクションを使います。どういうことか図を見ながら解説します。例えば、サブミットフォーム関数はフォームコントロールに入力した値をデータベースに登録する関数です。この時、アプリはシェアポイントリスト等のデータベースと通信をしてデータを登録します。一方、変数とはデータベースとは通信をせず、アプリ内だけで一時的に保持できる値です。例えば、アップデートコンテキスト関数を使えば、図のように変数名 val に abc という値を格納し、アプリの開いている画面で保持することができます。変数やコレクションはデータベースとは通信をしないため動作が速くなります。データベース操作が必要のない値を保持したい場合、変数は便利です。次にコレクションは変数と同様、アプリ側で一時的にデータを保持できますが、変数が値で保持するのに対し、コレクションはテーブルでデータを保持できます。例えば図のように、コレクト関数式を書くと、コレクション名 col1 というテーブルの val1 列に1、val2 列に2という値を入れたレコードを追加できます。変数、コレクションに関わる関数の構文については、よく使う関数その2の動画も参考にしてください。それでは実際にデータベースの更新方法をパワーアップス画面で解説します。前回は買い物が済んだアイテムのチェックアイコンをクリックしてCompleted 列を True にしたり、画面表示時に買い物が済んだアイテムのDelete フラグ列を True に更新する実装をしました。詳細は前回の動画を参考にしてください。今回は変数とコレクションを使ってギャラリー内のデータの更新を実装します。まず、挿入タブのアイコンからペンアイコンとチェックアイコンを挿入します。このペンアイコンをクリックしたら、ギャラリーを編集モードにして、チェックアイコンをクリックしたら、ギャラリーの編集モードを解除し、変更内容をシェアポイントリストに登録するようにします。
これにはまず変数を使います。ペンアイコンをクリックしたとき、変数 GalEdit に True の値を入れます。変数の設定にはアップデートコンテキスト関数を使い、左側には変数名、コロンを挟んで、右側には変数の値を入れます。ペンアイコンをクリックしてみます。実際に変数に何の値が入っているかはビュータブの変数から見ることができます。現在変数 GalEdit には True が入っていることが分かりました。次に GalEdit が True になったとき、ギャラリーのディスプレイモードを Edit にします。変更する値は Date、Item、Shopなので、これらを選択し、ディスプレイモードを設定します。if 関数を使い、GalEdit が True の場合はディスプレイモードが Edit、そうでない場合は View に設定します。この時の注意点は、Edit にしたい列は入力のコントロールにする必要があります。ラベルでは Edit にできないため、テキスト入力等を使います。今回日付は Date Picker、アイテムはテキスト入力、ショップはドロップダウンのコントロールを使っています。さて、これでペンアイコンをクリックしてギャラリーを編集モードにするところまでできました。この後は編集したギャラリーの内容をチェックアイコンをクリックしたときにシェアポイントリストに反映させるデータベース登録の実装が必要です。この時のポイントは、ギャラリーで編集するレコードが複数ある可能性があるということです。一度に複数行を更新する場合、一旦コレクションで更新内容のテーブルを作成し、シェアポイントリストに反映する方法が便利です。今回の場合、最初にショッピング画面を起動したとき、シェアポイントリストからショッピングリストのコレクションを作成します。起動時の処理はアプリ画面の外をクリックし、アクション、表示時から設定できます。関数式の一番下にクリアコレクト関数でショッピングアイテムコルというコレクションを作成します。クリアコレクト関数はコレクションをクリアした後に新しくコレクションを作成する関数です。フィルター関数でデリートフラグが False のものに絞ります。動作確認で一旦別の画面に移り、再度ショッピング画面を起動するとコレクションが作成されます。実際のコレクションの中身はビュータブコレクションで確認することができます。シェアポイントリストから適切にコレクションが作成されていることが分かりました。コレクションはアプリ内だけで持つテーブルで、データベースに登録しない限りデータベースには反映されません。これから編集内容をコレクションに反映するため、ギャラリーに表示するアイテムもシェアポイントリストではなくコレクションにします。ギャラリーのアイテムスプロパティでコレクション名ショッピングアイテムコルを指定しましょう。起動時にシェアポイントリストからコレクションを作成した後、コレクションを更新するタイミングは3つあります。データの登録、データの削除、データ更新の3つです。サブミットボタン、ゴミ箱アイコン、チェックアイコンをクリックしたときは直接データベースが更新されます。この時コレクションにも反映させたいため、On Select Property の最後にクリアコレクト関数でコレクションの作成をし直します。次にいよいよギャラリー編集時のコレクションの更新を実装します。まずデート列を更新した時の処理を実装します。デートピッカーの OnChange プロパティを選択します。
オンチェンジプロパティはコントロールの値が変更されたときに実行されるプロパティです。テキスト入力コントロールではテキストを入力してエンターキーを押したタイミングでも実行されるため、エンターキーで登録したい場合はオンチェンジプロパティを使ったりもします。データピッカーのオンチェンジプロパティにはアップデート if 関数でこのような関数式を書きます。アップデート if 関数は以前説明したように1つ目の引数に更新するテーブル、今回はコレクション名を入れます。2つ目の引数に更新対象のレコードを入れます。今回の場合は id イコール thisItem.id で指定しました。この ID 列は SharePoint リストで自動的に登録される重複のない ID になります。3つ目の引数には更新するレコードの内容、今回は Date 列を Date Picker で選択した日付に更新するのでこのように記載します。同様にアイテム列、ショップ列のオンチェンジプロパティも設定していきます。アイテム列はこのような関数式を書きました。ショップ列も同様にこのような関数式を設定しています。ショップ列の注意点として、ドロップダウンで選択するのはショップ名、登録するのはショップ ID なので、以前解説したようにルックアップ関数を使ってこのようにショップ ID を登録します。動作確認で実際にコレクションの内容が更新されるか確認してみます。ビュータブからコレクションの中身を確認してみます。そうするとちゃんと変更内容が反映されていることが確認できました。では最後にこのコレクションのテーブルを SharePoint リストに反映させます。これはチェックアイコンをクリックしたときに実行する処理なので、チェックアイコンの OnSelect プロパティを開きます。この時のポイントとして、コレクションの内容をそのまま反映すると、コレクションに登録されているデータが重複して登録されてしまいます。そのため、今ギャラリーに表示されているコレクションのデータを一旦シェアポイントから削除した後に、新しくコレクションのデータを登録し直す実装にします。やや乱暴なやり方かもしれませんが、実装としては簡単で、比較的現実的な実装方法ではないかと思います。最初に remove if 関数で date フラグが false のデータ、つまりギャラリーに表示されているデータを削除します。その後、コレクションのデータを SharePoint リストに登録するには for パッチ関数を使います。この関数を使うとテーブルで持つコレクションのデータを1レコードずつデータベースに登録することができます。使い方は for コレクション名、パッチ、シェアポイントリスト名、デフォルツ、シェアポイントリスト名の後、登録するデータを入力します。左側がシェアポイントリストの列名、コロンを挟んで右側がコレクションの列名です。こんな感じでコレクションからシェアポイントリストへのデータ登録ができます。そして最後に変数 GALEdit を True から False に更新します。さて、動作確認をしてみます。ペンアイコンをクリックしてギャラリーのデータを更新した後、チェックアイコンをクリックするとデータが更新されるはずです。シェアポイントリストのデータも更新されていることがわかります。ちなみに、ペンアイコンとチェックアイコンの Visible プロパティを
ギャルエディットで切り替えれば、ビューモードの時はペンアイコンが、エディットモードの時はチェックアイコンが表示されるようにできます。こんな感じで変数、コレクションを使ったギャラリーの編集が実装できました。本日は変数、コレクションを使ってギャラリーのデータ更新をする方法を解説しました。変数を使えば Visible Property を切り替えることでポップアップ風の実装もできます。ポップアップ表示の実装方法についてはよく使う関数その2の動画を参考にしてください。その他にも変数やコレクションは様々な場面で便利に使えるので、ぜひ使い方を覚えておきましょう。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。